どうもこんにちは、じゅんじーです。今回の動画は使わなくなった折りたたみ式ソーラーパネルをルーフに常設できるように改造するという動画になります。こちらのドキオのソーラーパネルなんですが、ポータブルバッテリーですとかサブバッテリー、こちらのサブ的な充電に使うつもりで購入したんですけれども、パネルがまあまあ大きいんですね。それで収納場所が取れなくて、リアハッチにネットを取り付けて収納しておりました。薄いものですからその収納方法で問題なかったんですが、実際その運用していく中で冬になりますとリアハッチが重みで保持できなくてですね、下がってきてしまうという現象が起こりまして、冬の時期は車から下ろしたりだとか、だんだん車載すらしなくなってしまいました。このまま物置に入れておいてももったいないので、改造しましてルーフに常設できるようにしてみようかというふうに思いましたので、その作業の方をやっていこうと思います。こちらのソーラーパネルなんですけれども、こういう端子になってます。パネル側にこれと同じ端子がついてまして、チャージコントロール側は XT60 という端子、それとポータブルバッテリー用にこういう口に変換するものと、いろんな太さに対応できるアダプターが付属してます。 Amazon でですね、こういったケーブルを買いました。それから車両用の強力両面テープ 10m、 それとタイベースという両面テープで貼り付けてインシュロックでケーブル等を固定するものなんですけれども、これについてた両面テープ若干不安がある感じのものだったんで、全部剥がしてこのテープを使って付け替えてます。こちらを使ってですね、改造していこうと思います。それでは作業開始。まずはこの布のカバーですね、これを取り付けるためのこういうクリップ状のものが止まってますので、これを取り外していこうと思います。取り外し方としてはこういったニッパーで無理やり壊して外していく感じになります。今この部分のクリップ外していくんですけれども、ここにソーラーパネルの発電した電気が流れてきてるんで、この裏にケーブルがあります。これ傷つけちゃうとめんどくさいことになるんで、この部分とこっち側も同じ位置にあって合流させたものがここに来てますので、これはこのまま使いますので、傷つけないように特に注意して作業を進めていきます。クリップの取り外し全部終わりまして、今パネルがカバーから外れてフリーの状態です。外してみて分かったんですけど、線がすごく細いですね。周りのカバーがあるせいで一見太く見えてますけど、線細いですね。このクリップが止まってたところに当たってケーブルがへっこんでますんで、噛み込んでしまってます。こういうのを見ちゃうと中国製品ちょっと怖いなっていうふうに思っちゃいますよね。こういう穴のところから絶対水が入っちゃうんですね。隙間から水がどんどん浸水してってパネルの方まで行っちゃうと故障してしまうと思うので、裏からテープみたいなものを貼ってコーキングで全部埋めます。ここの3箇所の穴に関してはこのケーブルをインシュロックで固定してから埋めるという作業をやっていこうと思います。まずビンテを裏側に貼り付けていきます。これはコーキングが漏れなきゃいいだけなんで適当で大丈夫です。1枚終わり。それではテープ貼り終えましたのでコーキング打っていきます。ということでコーキングが乾きましたら次の作業に移りたいと思います。はい、それではですね、ソーラーパネルの方は穴が開いてたところにコーキングを打ったりとか、ケーブルがハンダ付けされている部分をコーキングで、埋めまして、ソーラーパネルの発電部分が汚れないように
全てマスキングしてあります。これをやっとかないと外周ぐるっとコーキング打つんですけれども、その際にコーキングがパネルについてしまうと発電効率が落ちると思いますのでマスキングをしてます。それからパネル側に両面テープを貼り付けまして屋根上に設置、その上で周りをコーキングで埋めるという順序でやっていこうと思います。使う両面テープは 3M の車両用両面テープ 20mm 幅の 10m のものを用意しました。パーツクリーナーでパネル側を脱脂してから両面を貼り付けます。両面テープ貼り付け位置が外周よりも若干内側に入れてるのは、この隙間にコーキングが入ってちょっとでも密着力が上がればと思ってあえてこういう風にしてます。次にですね、屋根に当ててみて、ここに両面を打ちます。こっちにかけるかったな。車両用の両面テープってめちゃめちゃ強力なんで、取り外すときはパネル割れちゃうと思うんですよね。はい、では、こういった形で両面テープの取り付けが終わりました。これから屋根の方を脱脂しましてパネルの貼り付け作業という形になります。それでは屋根の上で作業していこうと思います。スキンできたのでコーキングします。あっち本当に暑いんだけど、いやあっちいな、おいかなわねえなこれ。こういうものを使って調整します。このもともとパネルに付属してたチャージコントローラーで充電しますと 2.4A で充電しております。結構日が当たってるんですけど発電量は低いですね。こういったケーブルが付属してまして、このようにですねサイズの合うものと付属させると、私がもともと持ってるポタ電のインプットに入力することができます。こちらのケーブルが XT60 という端子を使ってまして、このパネル側を抜いてここに挿しますとポタ電も充電することができます。ポ
家電の入力が今 33W で入力してて、今 50% なんで 8.4 時間で満充電という。なのでメインのバッテリーがこの床下にあるんですが、メインのバッテリーとポータブルバッテリーと両方充電することができます。こんな使い方で使っていこうと思っています。それでは今回の動画は以上となります。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいと思ったらグッドボタン、またチャンネル登録もしていただけると大変励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。それではさようなら。